これもうごめん、もう大好物です。マサチャンネル大好物です、これ。さあ、お待たせいたしました。 V ストローム 250SX ワインディングインプレッション。こちら皆様ご存知でしょうか。イニシャル D で有名なんだそうですよ。赤城山ですね。本日はですね、赤城山を走って V ストローム 250SX ワインディングインプレッションやっていきたいと思います。もともとね、奥多摩周遊道路で僕は全てのレンタル車両をですねレビューしてきたんですけども、奥多摩行くまでが大変なんだななので、あと高速が短いです。1区間か2区間かしか走らないので、高速道路を長く走るために赤城山にねもう使っていこうかなというふうに思っております。まさちゃんの動画。はい、それではですね、赤城山法定速度50キロとなってますので、まあ60キロ超えないぐらいで、まずは法定速度でねどうかなというところなんですが、ずーっとね登ってるんですよ。で今4速でね50キロちょっとで走ってるんですけど、ちょっと上げてみましょうか。4速でもね全然ついてきますね。5だと厳しいかな。5だとね回転数的には3000回転になっちゃうんで、40キロ50キロでね3200回転、なんとかギリギリ加速はしてきますね。6速はもう無理でしょ。6速50キロで3000回転、ちょっと危ないね。なんとか加速してくる、その粘りがすごいなと思うけど、ちょっとあんまり使いたくない感じですね。ここ直走ってると3、4かなという感じですね。50キロぐらいのワインディングでは、そろそろカーブがねこう出てきますんで、3速で曲がっていきます。今ねちょっとこう結構傾けたけど、もうね僕ファーストタッチの時でお伝えしたんですけど、このフロント19インチリアが17インチというフロント大口径のバイクの操作性が大好物なんですよ。なのでもう鼻から想像はできてたんですけど、いい意味でたるいんですよ。要は倒し込みもだるいしっていう感じなのがフロント19インチの特徴なんですね。オフ車とかの、オフ車は21インチなんですけど、その割にはこの V スト SX は割と倒し込みも軽くて倒れます、パンと。なので意外とスポーティーよ。これはね鈴木さんすごいと思う。本当によくセッティングしてあるなと思いますね。操作性的には極めてオフ車に近いと思います。いやーいいね。こう倒し込みが手応えがあるんですけど、手応えがある中でもね割と軽めの部類に入ると思います。ただ倒れていくとさすがのねフロント大口径19インチ、そこからは非常に抵抗があって、なんかふっとこう怖い感じがない。そこからこう寝ないんですよ、なかなか。だから怖い感じがしないのよ。ある一定のところまで寝てくるとそこからが抵抗がある。怖くない。
これはいいね。今のところもインに体をリンウィズですけどね、リンウィズですけど、インに体をなんですかね、こうぐっとこう荷重をかけてあげることによって車体が非常に安定する。これね、意外と多分ねバンクしてると思うんだよね。ザ怖くない操作性だねこれ。たださすがの19インチなんで切り返しが軽いかっていうとね、そうでもないと思います。今ちょっと路面がボコボコしてるんですけど、そういう路面でも足が長いのですごいね吸収してくれるから、ギャップ本当に吸収、路面追従性本当よろしいかと思います。今のところも結構荒れてるんだけどね、全然感じないよね。良きだね、安定性がすごい高い。17インチ17インチのスポーティーさとフロント大口径のこの心地いいだるさっていうのを両方とも持ち合わせてますね、このバイクは。ここ結構ヘアピンなんですけど、オフ車的に乗った方がいいのか、リーンウィズ的な感じで乗った方がいいのかって結構悩む車両ではあると思いますけど、どういう乗り方も多分答えてくれますね。ちょっとこう足出してこう曲がっても、足出して曲がってもいいし、体ぐーっとこうインに預けてもすごくいいし、でもやっぱりこうオフ車的な乗り方が僕は好きかな。ちょっとこうリーンアウトっていうんですかね、バイクを傾けて自分がちょっと直立にいる状態、外足ステップですね、外足ステップ荷重で乗った感じが好きだなこれ。ちょっとこの先結構ねヘアピンが続くので、そういう感じで乗ってみましょうか。足出し系で。いいねいいね。でかといって体をインにこう預けた感じでもいいのよね。だからどういう乗り方もできちゃうかな。こうね、インにぐーっとこう体入れてってもねいいもんね。おい追いついちゃった。それでは赤城大沼を抜けまして、今度は下り行ってみたいと思います。下りはねブレーキ性能とかがねすごく分かりやすいので、その辺がお伝えできたらなと思います。そしてね下りのね操作性が違うバイク結構多いですね。やっぱりこうフロントが下がりますからキャスターが立ちます。立つと操作性が基本的にはクイックになる場合が多いですね。ただフロント大口径ですからね、前が下がってもそんなに影響がないことが多いですね、こういうバイクは。さあ赤城大沼を抜けてですね、沼田に抜けていきたいと思います。ブレーキはねガツン効くみたいなことはないですね。ないですが非常に効きます。このねブレーキはオフ車に極めて近いです。握れば握るほどしっかり効いてくるブレーキ、これいいね。しかもねリアが非常にいいですね。リア効きます。
路面の凹凸、追従性素晴らしいです。コーナーの途中でですね、リアブレーキを踏んでも割と効いてくれますけど、非常に安定感がありますね。リアブレーキ効かないバイクの方が怖いよね。フロントブレーキすごいね、効くんですよ。効くけど、これね、クロスカブのJ45 乗ってる人とかでよくたまに言う人いるけど、全然絶望的に効かないみたいな。これそういった意味ではガツッと効くブレーキじゃないから効かないって思う人も多いかもしれないけど、握ったらめちゃめちゃ効きます。やっぱりね、どう考えても車重が軽いですから効かないわけがないですよ。重たいバイクの方がブレーキ引きづらいですからね。非常にコントロールしやすいね。やっぱりオフ車なんで、蘇生がやっぱりリアからこう入っていって、サスペンションしっかり荷重をかけてからね、フロントをかけてあげると非常に安定します。フロントブレーキ生活がある意味できないバイクですね。フロントブレーキ生活しちゃうと、なんていうの、ちょっとなんかフロントがこうノーズダイブする、カクンカクンって。その前にリアブレーキをしっかりかけておけば問題ないバイクです。リアブレーキとフロントかけて、やっぱ下りの方が曲がりやすいな。なぜかっていうと、やっぱ大口径だからね、フロントが少しこうクイックになってくれた方が曲がりやすい感じがしますね。これね、フロントが立って操作性がクイックになっても、そんなに操作性がすごく怖くなっちゃうこともないし、曲がりやすさは倍増しますね。リアブレーキ非常に扱いやすい。フロントもすごい扱いやすい。コーナーリングめちゃくちゃ安定してる。めちゃくちゃ安定する。すごい。これもうごめん、もう大好物です。マサチャンネル大好物です。これ単純にね、オフ車は好きだけど、オフ車って長距離行くの大変じゃん。これはね、大変じゃないもん。長距離も行けちゃうし、コーナーリングスポーティーだし、もうごめんなさい、大好物です。すごいというわけでね、大体 ASX についてはね、コーナリング性能とかも分かったと思います。この他に足つき取り回しチェック、それからファーストタッチ総評燃費報告、それからこのワインディング、高速道路と4本の動画になってます。概要欄にリンクしてありますので、公開日後にご覧いただけると SX に関しては全てわかるんじゃないかなと思います。ですのでぜひご覧ください。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画をアップしております。それを見てですね、よろしければマサチャンネルを助けると思ってチャンネル登録をお願いいたします。わずかな広告収入がレンタルバイク等の足しになっておりまして、非常に助かっております。マサチャンネルを助けると思ってよろしくお願いいたします。それではマサチャンネル、これにてバイナリー。